はい、私は現在 WMDD のターム3のデベロッパーとして通っている花木信香と申します。日本では未経験で、海洋生物学の修士号を取ってからこちらに入学しました。もともと英語圏でデベロッパーとして働きたくて学校を探してたんですけれども、その中でいくつかプログラムを比較していく中で、このランガラのこの WNDD のコースはプロジェクトが毎学期あって、すごく実践的に就職した後も使えるようなスキルが学べるんじゃないかと思ってこちらに入学しました。はい、私はすごく申し込みを突然決めて、すごくバタバタした感じで申し込んでしまったので、すごく月並みなアドバイスになってしまうんですけれども、例えば英語のテストだったりとか提出物とかもすごくあるので、前もって事前に計画的に進めることをお勧めします。はい。私は、このプログラムを通じて、デベロップメントのスキル、JavaScript だったり、Java だったりっていうのはもちろん、すごく学んだんですけども、やっぱりプロジェクトが毎学期あるので、その中でコミュニケーションの方法だったりとか、そういうチームワークだったりとか、ソフトスキルをすごく学ぶことができたなっていうふうに思ってます。やっぱり就職した後とかでも、デザイナーとデベロッパーでどうやって一緒にこうコラボレートしてものを一緒に作り上げていくかだったり、あとチームでの自分の立ち振る舞い方だったりとかすごく大事だと思うので、そういうのが学べてすごく良かったなって思ってます。はい。私がランガラで一番経験になったなっていうふうに感じているプロジェクトは、ターム3で作ったチェットというアプリです。で、これは、ウェブアプリで野球のコーチが、自分のチームの選手のパフォーマンスのデータを管理するっていうアプリで、CSV データをインポートして、それを計算して、で、データビジュアライズ化して、選手側の UI でも見られるようにするっていうためのアプリです。私たちのチームではクライアントがいて、でそのクライアントのペインポイントを解消していくところから始まったんですけれども、実際にこのタームの3ヶ月という限られた時間の中でクライアントのその問題を解決しながら自分たちで仕様も決めて開発にそれを移していくっていうプロセスがすごく勉強になりました。はい、ランガラでは、この各タームのプロジェクトの終わりにプレゼンテーションがあるんですけれども、そこでパネリストの方々が実際にこの IT とかで業界で働かれてるデザイナーやデベロッパーの方たちで、そこでネットワークする機会がありました。あとは授業でもゲストスピーカーがいらしてる時があって、そういうとこでも実際につながれる機会がありました。はい、WMDD でこのプログラミングを学んで、すごく自分で好きだなっていうふうに思ってるので、卒業後もカナダでデベロッパーとして就職していきたいと思っております。